本一本まぶしながらやるじまあそこまでしなくっても、きゅうりがこう立ててからふなってこう曲がるぐらいまでもう一回こうきちっとやってゃん。2、3日1.6 キロあります。1.6。1.6ひだらめを準備したんだけど、これが 400g で本みりんが150ほど準備して、お酒も50から 60cc ぐらい一応準備してますけど、その中にお砂糖を入れながら混ぜていきます。みりんを入れて伸ばしていきます。これお酒 50cc ぐらいしていきます。でこれに置いていきます。上の方には厚めに置いてあるやな。これに上からラップをかけるんだね。何年のって書いて楽しみにしておいておきます。まあでもこうと思えば1ヶ月後ぐらい。そう1ヶ月ぐらい。1ヶ月で20%やから早いと思うね。1回はもしその早く食べるんやったら、今年もきゅうりがすごいたくさんになりましたけど、もう最後の方になってきてバラバラになってますので、これを今日はもうかす漬けにしようと思います。まだうちのきゅうり1日に4、5本になるみたいですけど、できゅうりきれいに洗ってます。かす漬けにする時には割と細めの方がいいって言われてるんですけど、まああえて様々なのがありますけど、やってみようと思います。きゅうりこれ 1kg500 あるんですが、かす漬けにする時にはまず塩漬けにします。塩漬けにして水分を抜いて、それからかす漬けにしますので、やっぱいろいろしてみましたけど、やっぱり塩分がきちんとないと長持ちはしませんので、今日は漬物用の粗塩を20%、1kg500 に対してこれ 300g ありますけど、それを使って、塩漬けにまずします。まあ3、4日ぐらい、重りが重ければ早くできますし、重りが軽ければ時間と日にちがかかります。で、まず粗塩をきれいに洗った桶の底にまずさっと振りまいて、こう。もっと手伝いです。で、これにまぶしながら本一本まぶしながらやるじまあそこまでしなくっても水は上がってきますけど、ゃん。気分の問題。気分の問題だね。もうなんか縦に一列にみたいな感じ。腰にしてもいいけど、どっちにしても重りをかけたら、まあ時々見て部位をこう変えたりして重りを調節したりするんで、まあ負荷のかかり方を均等にしてながらやっていく。そうしないとやっぱり、難しいっていうかね。でこうある程度並べてやる。ある程度並べて、してたくさんある時にはその間に塩をまいて、それからまたきゅうりを置いて塩をまいてっていう感じにします。まあ1日つけて水が上がらない時は重りを重くするか、引き水っていうかお水を少し足してやれば水は上がってくると思う。こうしてある程度重りが均等にかかるようにして押さえたら中蓋をしますけど、これこっちが平らでこっちあれするとこの線だけがあれしてくるんで、あえてこう向きにで
普段は逆向きなの？普段は逆にしてるけど、うん。これでなんか見えてる？こういう感じで、これに重りをします。一番大きいのを一番下に、よし。これが2キロ、これが 2.5 キロ、4.5 なんだけど、うちの大きい昔からの漬物用の石で、まあ、これで、割と5キロぐらいあるかもしれないけど、うん。それでも足りなかったらまた押しますし、普段はこの上にもう一つ押して、水を抜きます。うん、できゅうりがこう立ててからこうなってこう曲がるぐらいまで水を抜きます。これで、こう立てた状態になっとって、うん、こう持ったらくねってなるってこと？ちょっとこう曲がるっていうかね、曲がるぐらいまで水を抜く。だから水を抜く水を抜く時にはやっぱりできるだけ均等に抜きたいんで、中をこう確かめながら、厚みをこう確認しながらこう場所を変えたりして、じゃあ調節して平らにしながらやるってこと？そう、水を抜きます。はい、これはこのまましばらく3、4日様子を見ます。これで、はい。24時間つけて、かなり重りをたくさんこの上に石も置いてましたけどして、24時間経ちました。水はもう下の中押し蓋ですかね、中蓋ですかね。水使っとるね。もう水が上がって使ってます。こういう感じで、水に使ってます。もうまだ厚みがありますので、ちょっと厚い部分とかを調節して、端を持ってさ、上に立てたらへにゃってなるようにまでならねえけど、そうまだまだくたってならんといかんのよね。くたっとなるまでね。で重しをもう一回こうきちっとやって、2、3日まだこれでなんていうかな付け直して、付け直すっていうか、重しがきちんとかかるように調節をしながら 2、3 日様子見ます。で今日はこれで上からまた押して保存します。はい、丸1日目でした。塩漬けにしてたきゅうりです。1週間くらい塩漬けにして重さで調節してました。もう本当にくにゃくにゃなってます。で揚げたら洗わずにそのまんま塩抜きしないの？このまんま、もうこれは一番もう終わりの方だから、もう一回ぐらいつけられるぐらいあるけど、もう終わりの方だから、長期間つけるから 20% でそのまんま塩抜きせずに、いきます。できゅうりが終わりっていうのはできるのが終わり、夏が終わりで終わりやけ。まだできよるけど、まあもう最後の方で普通に消費してしまえるぐらいだから。だけまあ早くつけたのはもう食べよるけど、これはもう長期間つけるから、15%？ 20% でつけてる。やっぱり長期間つけるとなると 20%、30% ぐらいしないと、腐ってくるから、で、これに対して、まあ最初のきゅうりが 1.5 キロぐらいあったね、でかす酒かす板状じゃなくって柔らかい酒かす、最近はよくいつでも売ってるけど板状のものしかできんかった時もあるけど、今は割と手に入りやすい酒かすがね、でかす漬け用の酒かすね、で、これが今1.6 キロあります。 1.6 だいたい目安としては、
酒かす漬け用の酒かす2キロに対してうん砂糖が500から800、でみりんが1カップ 200cc、で酒が2分の 1,100cc をだいたい普通使うっていうんだけど、まあお砂糖とかはもう好みでいいし、今日準備したのは今の絞って出したら 1.6 あったからたまたま 1.6 だった、まあ入ったんだけど、使う分だけ使って、作ってから作り置きしたものを、取っておくと、あと魚とか、他の漬物とか、それからお肉類を作ったりするのに使えるから。酒粕自体を使えるってこと？もう作ったやつでね、砂糖とか混ぜたやつで。で、今これが酒粕が 1.6 キロ、でザラメを今日は木ザラメを準備したんだけど、これが 400g、まあ大体の最初に言った目安で計算したものを比率で入れたのね。そう。そして、本みりんが150ほど準備して、お酒も50から 60cc ぐらい一応準備してますけど、まあ練り具合で調節をするということで、まずこの酒粕の中にお砂糖を入れながら混ぜていきます。やる？自分でやる？自分でやる。すごいね、お酒の匂いが酔っ払いそう。溶けるまでやるわけじゃないんだよね。そのままで大丈夫。混ぜていってじわじわと溶けて、まあ時間の経過とともに溶けるから。砂糖は今日はザラメを使うけど、まあ私も三温糖を使ったり、白糖はあんまり使わないけど白糖を使ったり、好みの砂糖で、やったりしますけど、今日はまあザラメを使いました。最後やし。で最後やしって最後やけどまだね、最初に植えたきゅうりがまだなるってみんながとか言うけど、7月ぐらいからボロボロなるみたいな。もう最初ちょっとダメかなと思ってたけど、確かになんか少ないっていうと、追肥をして、まあなんかね、竹炭のようなのが入った追肥っていうのがあったのね。でそれと液肥で時々やりながら、水もやりながら、根を枯らさないように藁を敷いたりして頑張ったら、なんかボロボロなって、まあ、今でも1日 4,5 本ぐらい、今朝取りに来たのは 4,5 本ぐらい。最初の綺麗なのではない、ちょっとねまだあれやけど、まあまっすぐ、割とまっすぐな小ぶりのものがまだできてるから。最初ほど綺麗じゃない。スッとこうね、綺麗にこうまっすぐ伸びるわけじゃないってこと？ないけど、まっすぐ伸びてるよ。ぶら下がってるからね。それでもまだ花も咲いてるし、雌花があれしてきゅうりが先端にまだできてるから、まだ大丈夫みたい。もうこれで混ぜました。でもこう硬いから硬いね。でこれを少しずつみりんを入れて伸ばしていきます。ほぼあれよね、コンクリよね。コンクリになんだ、石混ぜたみたい、バラス混ぜたみたいな。そう状態的には。そうですか。ザラメの砂糖がまま残ってるわけ。そうね。まあ今みたいにね。結構緩くなるんですよね。緩くして、柔らかくきゅうりになじみやすく、美味しくなれ、美味しくなれ、美味しくなるよね。その魔女みたいな。魔女みたいな。職場の調理の人が、これ作るの好きみたいで、時々今年のこれとかこれ去年のとか言って持ってきて食べさせてくれるんやけど、かす漬けを、かす漬けを
上手に使ってるね、うんでまだきゅうりになるんよって言ったら「そう」とか言って道の駅に友達がまだ出しよるやん、だけ出してるんって言ったら「今日なんか一箱持ってきたみたいよ」とかしてから「じゃあ最後のきゅうり買いに行かなきゃな」とか言うたけ、やっぱ好きなんだろうね。やっぱこういうの、まあ、周りに好きな人多いね、私ね、ああいう意味ではね、なんか意外と酒？これお酒、50cc ぐらいあるか5、60って言っな、酒に酒入れたら余計酒やん。こんな料理酒、料理酒。飲まれんからもう全部入れちゃおう。60cc ぐらい。あ、普通の日本酒だったらまあ飲めるけど。料理酒。料理酒って出汁とかが入ってるんだっけ？もうこれはあれお酒屋さんの本当の料理酒。これああ、清酒料理酒とか、酒屋さんの分は割と料理酒で使うから。ちょっと一回落として、母ちゃん肘が思いっきり落ちたよ。そうパッとしてください。私はそんな宣伝も。いや、岡山県産で米麹、醸造アルコール糖類、普通のお酒やね。まあ、私大分の宝焼酎を割と使うんだけど、今回はこれ岡山コープだって。コープこんなもん作ってんの？コープ。そしてまあ大体好みのあれで溶け具合に、なったというか、まあこうしたらポトッと落ちるぐらいになったから、でこれを容器に、移しながら、まず最初に一番底に敷いていきます。1センチぐらい。今日もスコップとサンポコとでウニを作ったけど、やっぱりあれね、大根を植えたり玉ねぎを植えたりするけ床を作ったけど、やっぱかなり深く掘っておかんとダメね。朝びちょびちょになった。でこれに置いていきます。こういう感じで敷き詰めていく感じ。敷き詰めていくね。一列置いたらまた乗せていく。こういう感じで全部入るの？それ入る？意外と入るんですよ。でコンパクトにしてあるとね、使い回しができるからね。これ酒粕何回目の作るの？これ一番最初の酒粕で、まあ上手な人は古い去年の分にまず最初につけて塩抜きしてみたいな感じでやってるけど、私はもう去年の分使ってないから、今年の分でつけて、でこれをまあ食べる時に、塩味を見て、辛かったら酒粕の新しいのを作って、またつけて塩抜きを1回か2回して、自分の美味しさのところまで塩抜きして、で酒粕でその塩を抜いていくような感じになるってこと？そういうこと。そうするとその残された塩はどんどん塩辛くなるよね。そうでもないよね。そうでもない。そうでもないよね。で古いのにまずつけて新しいのにどんどんつけていくことで、その塩分量を薄めていくっていうかね。そんな感じって。これ3段乗ったね。
あともう全部入れるの？これをちょっと上は厚めにして、入ったやろ、で少し残ったのはフリーザーバッグかタッパーに入れて、冷蔵庫保存して、肉とか魚とかに使う。でこういうの作ったらもうみんなに食べてもらう。そう、魚とか肉の酒粕漬けって俺食ったことあるかいな。なんやろガーゼとかにね、こうキッチンペーパーでもいいけど包んで、でこう置いて、酒粕をこう置いて味をしませる。で開けたら酒粕ついてない味の染みた魚とかが出てくる。まあ鮭とかね、鮭なんかをそうやってする。だからこれ酒粕のこの分を作っとったら割と便利。いろいろ使います。これは常温保存するの？常温保存で、このなんていうの、だんだんと茶色になってくるのよね、古くなると、酒粕が。これでどのぐらい待ったらできるの？1ヶ月で様子見る。1ヶ月で塩の加減を見てみるんだけど、まあ早く食べたい時はそうするけど、これはもうねちょっと様子を見ながら、長期間置くつもり。もう他のものがだいぶあるからね。ほたっとくってことこれですか？もうつけて。そう様子見ながら。ほっとったらいけんよね。やっぱり目をかけてやらんとね。漬物とかは全部。でやっぱりみんなに食べてもらったりして、使い切るっていうことが大事よね、やっぱ。食べきる、せっかくのものだから。でこうしたら今度はこのちょっと上の方には厚めに置いてあるやな、でこれに上からラップをかけるのね、ラップをかけて空気を遮断して、ある程度遮断している。でこれで寝かせます。今年のこれは何年のって書いて楽しみにして置いておきます。まあでも食おうと思えば1ヶ月後ぐらい。そう1ヶ月か2ヶ月ぐらい。1ヶ月で20%やから辛いと思うね。やっぱ1回はもしそれ早く食べるんやったら、塩抜きする。新しいとこにもう1回付け替えるっていう感じだけども、これはもうかなり置くつもりでおるから、でこれにこれを蓋をして常温で保存します。早く食べたいで、まあ大体早く食べる分って 3% から 8% ぐらいの塩でつけるんよね。その場合は早くに食べたいし、早く腐りやすいから、冷蔵庫保存にするんだけど、今回は長期間保存するから、長期間ってどのくらいの期間？1年ぐらい。1年ぐらい。20% でつけたら1年経ってもどうもならん。常温で。常温で。塩ってすごいね。これをしっかり蓋をして、はい、これでできました。これ何年もの。来年の今頃また食うかもしれないよね。そう出てきて。だけやっぱりね、昔はやっぱこうやって自家製っていうかね、自分家で作れば。できゅうりも私も今年はそんなにいっぱいできんでもいいわと思っとったのに、やっぱ合うのかなんか知らんけどね、すごいなった。もう152本はいうになっとるやろね。でこれはタッパーで入れて、なんか他のに使うよ。他のに使う。魚とかあれしてもいいしね。鮭なんか美味しいと思う。今からの時期はね。なるほど。ってことで、出来上がりです。出来上がりです。口のよだれ